皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。今回は私の1ヶ月の激ゆるダイエットについてお話しします。今回私がやったのは7月丸々1ヶ月間トライした激ゆるダイエットです。それでは1ヶ月前の私からどうぞ。まあくびれはないよね。くびれはなくて、筋肉の上に見事にちょっとお腹に肉が乗っかってる感じです。これはちょっと頑張ってダイエットしてみますか。最近確かにすごく食べてはいたんですけど、あんまり気にしないでお食事、あと運動もそんなに風邪ひいたりしててやらなかったんで、なんか体重いなと思って体重計に乗ったら思ってたより2パウンド多くて119パウンド、だいたい54キロ。54キロってちょっと私的にはかなり重い、人生の中でも結構重い部類に入るので、これはまずいなと思い、一大決心してダイエットをちょっと1ヶ月頑張ってみようかなと思ってビデオにしています。今考えてるのは朝は普通にアンソニーと一緒に朝ごはんをだいたいいつもベーコンエッグトーストな感じで食べてるんですけど、午前中にお掃除運動して、お昼にはプロテインとなんかマッシュルームコーヒーみたいなのを買ったので、それで置き換えで1食こちら飲んでいきたいと思います。いいらしい。これはノンカフェインなので、朝は普通にコーヒー飲んで、昼はノンカフェインのマッシュルームコーヒーで置き換えで、お夕飯は5時までにタンパク質多め取っていきたいと思います。軽い運動かストレッチは毎日して、週にいつも3回ぐらいは1時間ぐらい有酸素とか筋トレとかしてるので、それは続けていきたいと思います。もう50なので、新陳代謝問題で減りが遅いと思うんですけど、あんまり急激にはしないで、なるべくできるだけゆっくり体に定着させるような感じで生活リズムを変えていきたいと思います。よし。はい、だいたいいつものルーティーンとしては、最初にヨガかストレッチを10分20分ぐらい、その後は腹筋を中心としたエクササイズ、あとヒップエクササイズ、その後有酸素を20分ぐらいダンスエクササイズをやるっていう感じのルーティーンです。これをワンスクープ、なんか匂いは別にキノコな感じはしないで、半分入れます。シェーカーがないので普通のタンブラーで作っていきます。ここにお水を加えて、今5時前です。今日の夕飯は五穀米みたいなのと作り置きしておいたきんぴらニラのおひたし、あとニラがまだバッてるのでニラ玉みたいなにして、タンパク質はこれですね。あとキムチで五穀米みたいなやつです。早めに食べます。
はい、腹筋ルーティンです。だいたい私はもう3年4年前から、竹脇まりなさんのフィットネス YouTube をよく見て一緒にやっています。腹筋も3分から8分くらいのメニューが多いので、そんなに激しくなく無理なく続けられます。このメニューは、結構下腹部に効くようなメニューになっています。あとプランクも取り入れてやっていくので、腕や背中にもよく効きます。私はリウマチでちょっと手首が固まってしまって、ちょっとプランクのポーズが取りにくいんですけど、無理せず、やっていっています。私は筋トレ系のエクササイズがあんまり好きではないので、そこまで激しくはやらないんですけれども、どちらかというと使う筋肉をすごく意識して一回一回ゆっくり丁寧にやるエクササイズが好きです。プランクエクササイズは本当に辛いんですけど、背中、お腹、全体にすごく効くので、なるべく毎日やっています。だいぶ疲れてます。次によくやるのがスクワットの運動なんですけど、ヒップやあと太ももの大きな筋肉を鍛えることによって消費カロリーを上げることにつながります。この日の夕飯はハンバーガーとサラダです。朝ごはんにフルーツヨーグルトです。アイスも食べます。ジュライフォース定番のホットドッグも。今日の夕飯はスペアリブと野菜きんぴらご飯です。今日は一日中外にいて、今帰ってきたのでシャワーを浴びてからベッドの上で、足上げ足パカをやって一日の疲れをとっています。冷ややっことホタテとガーリックときのこのソテーです。風が長引いているのでガーリックを食べて元気を出します。今日はビーチでスナックを食べます。でも開かない帰りにウェンディーズでハンバーガーでお夕食です。ジンジャーエールとフライドポテトもついています。おとといの残りのホタテガーリックきのこと米化したオートミールです。あとキムチ冷ややっこ。今朝はフレンチトーストといちごベーコンです。今日の夕飯はサーモンのソテー、サラダ、あとえのきの炒め、あとはアンソニーがどっかで買ってきたパスタです。Are you hungry? So hungry. You wanna eat? I'm so hungry. すごく早めのお夕飯です。ハンバーグが入ってるなんとなくタコライスで、お米の代わりにオートミールです。スタバの新作フローズンストロベリーフレッシャーズ。この日は暑かったのでお蕎麦とあと蒸し鶏作りました。作り置きです。この日はルーフトップガーデンである
サンセットヨガに参加しました。暑いかなと思ったんですけど、結構風が吹いてとっても気持ちよかったです。今日はがっつり系、とんかつと、玉ねぎのフライ、あとさっぱりサラダを作りました。暑いのでインドカレー作りました。夕方に近所の海にお散歩に行きました。Good? So sweet. 先日ヨガをやったルーフトップガーデンを見学させてもらった後、1階にあるピザ屋さんでランチをしました。とっても美味しかったです。お土産でもらったズッキーニとキュウリを調理しました。ズッキーニはソテーで、キュウリはサラダで、あとは作り置きのチキンをいただきました。この日もお土産でもらったキュウリを漬けたものとズッキーニのソテー、あとは余り物のサラダで、とりあえずご飯です。米化したオートミールにオクラ、キムチ、ズッキーニのソテー、鰹節、海苔をまぶして、とりあえず丼です。まだ余ってたえのきとズッキーニのステーキ、あとご飯です。出先でランチツナサンドです。余ってたインドカレー、パプリカの肉詰め、結構巨大でボリュームありました。あとは米化したオートミールです。きゅうりには味噌と梅干し、あとはインドカレーで漬けた玉ねぎの漬物です。オートミール料理続いています。キムチと卵焼き、あとはオクラ、あとは手作り浅漬けをのせました。きゅうりと味噌、あとは米化、オートミール、アボカド、パプリカとかの野菜を炒めたのと卵焼きです。焦げた朝ごはんのトーストです。最近昼間がとても暑いので、お散歩は夕方にしています。トウモロコシと米化したオートミール、あとはカレー風味の炒め物です。こっちはキムチうどん、あとアボカドです。はい、そんな感じでゆるく始めた私のダイエット期間いかがだったでしょうか。自分の体重っていうか、私はあんまり体重に関して気にしたことなかったんですけど、じゃあ体重も毎日測って食べ物とかも毎日一応気にしながら食べたらどういう感じになるのかなと思って、ちょっと興味があったんで自分なりにトライしてみました。私のダイエットメニューをお話しすると、あんまり決めてなくて、週に3回、家にいる時に時間がある時は1時間くらいのエクササイズ、で腹筋とお尻をと、あとは、スクワットとかそういうのを中心に 2,30 分、ヨガ、ストレッチ20分ぐらい、あとできたら有酸素も20分ぐらいっていう感じの計1時間ぐらいの自宅エクササイズを週に3回。仕事とか出かけたりとかしてそういう時間取れないよっていう日は、ベッドの上とかで夜寝る前にストレッチしたりとか、足上げ筋トレみたいな、足パカ筋トレみたいなのを10分から15分自分でやったりとかしていました。食事なんですけど、食事も私結構食べるので、16時間断食的なインターバル取る
食事方法をとりました。これは普段から心がけてるんですけど、夕飯は早い時間にとって、だいたいいつも朝ごはん時間は8時半から9時ぐらいっていうのが決まってるので、それに合わせると夕方の4時か5時ぐらいにはお夕飯をとると。その後はなるべく食べず、水、飲むという感じです。お昼はエクササイズ終わった後のプロテインシェイクで済ますみたいな、そんな感じの生活になりました。あとは暑いので水はなるべく飲むと。喉乾いたなって思う前に飲むみたいな感じで、なるべく暑いんでね、結構水は飲んでました。それぐらいのゆるい決まり事もあんまりなく、もうこうしなきゃダメみたいな感じでもなく、ゆるく1ヶ月ダイエットしてみました。結果、初日の体重は、119.1 パウンド、ほぼ54キロぐらいです。で、1ヶ月後、8月入って2日目、116.8、ほぼ53キロ。1ヶ月で1キロのダイエットに成功しました。54キロは結構私も重い方で、この思い立った日がなぜ思い立ったかっていうと、便秘が1週間ぐらい続いてて、全然出ないってわけじゃなかったんですけど、ちょっと出てないなみたいな、出にくいなっていうか、不完全燃焼的な感じが1週間ぐらい続いてて、体が重い、お腹が重いみたいな感じだったので、よし、じゃあ始めようと思い体重を測ったのがほぼ54キロで、体の写真も撮ってるんですけど、ビデオも結構引き締まりました。腹筋中心に筋トレしてたので、お腹は結構引き締まりました。1ヶ月経ちました。ここの腹筋が結構入って、どうなんでしょう。結構腹筋は入った気がする。ただ下半身、下っ腹がインナーマッスルが弱いので、それかな。ここの筋肉はね、つきがち。いい感じの縦線が入ったと思います。結構縦線も入ったりして、いい感じにはなったのかなっていう。ただ私の場合、反り腰で下腹部のインナーマッスルがあんまりないですね。なのでそれも便秘につながってると思うんですけど、だからなるべくちょっとピラティス的なインナーマッスルを鍛える、反り腰を治すような腹筋を最近取り入れ始めました。毎日の体重が結構すごい変動が激しくて、毎日行ったり来たり行ったり来たり、上がったり下がったり。自分で体重あんまり測ったことなかったので、こんな感じなんだと。で、一喜一憂体重でしても仕方ないなって前からは思ってたんですけど、確信に変わったというか、なんだたった1キロかっていう、響き的には1キロ大したことないじゃん、54から53、別に大したことないなって感じはするんですけど、見た目全然変わったというか、だいぶ引き締まりました。やっぱり体重とか体のむくみっていうのは腸内環境を改善するとだいぶ改善されるなっていう、もう直結してるなっていう結論になりました。
で、私の実感としては個人個人体質によって合う合わない食べ物が、これを食べるとすごい太りやすいとか、これを食べると便秘になりやすいっていう人それぞれ多分違うと思うんですけど、私にとって一番便秘になりやすい食べ物っていうのが白米なんですね。それに気づいたのが20代半ば30近くになってなんですけど、玄米に切り替えた途端に便秘が解消されたという、今まで白いご飯何だったんだという、もともと白いご飯に対してあんまり興味がないというか、熱意がそんなになくて、もう白米じゃなきゃ嫌だとか、白米恋しい食べたいっていう熱望があまり若い時からなくて、むしろ玄米とか麦ご飯とか五穀米とかの方が美味しいって思ったし、アメリカに来てからはそこまで米自体食べないというか、米なくても別にいいや。最近に至ってはオートミールが好きで、オートミールを米化して、カレーライスだったり炒め物と一緒にご飯代わりに一緒に主食として食べるっていう風にしています。その方が自分の便秘解消にはすごいとても良くて、オートミールは一番てきめんに便秘解消します。オートミールとか食べたくないとかいう人でなければ、本当にオートミールを主食に置き換えるっていうことをすると腸内環境がめっちゃ整うので、本当におすすめです。便秘解消いいなと思ったのは、あとは甘酒、あと麹物。この1ヶ月は甘酒切らしちゃって作ってなかったんですけど、米麹を買ってきて甘酒を手作りで作って飲んだりすると、本当に次の日っていう嬉しいっていう感じの朝の結果を迎えられると思います。それは本当におすすめです。本当に私自分で言うのもなんですけど、便秘マイスターなので、もうあらゆる便秘解消に関してのことはトライしてきた人生なんですけど、炭水化物を少なくする主食を、オートミール、玄米もしくは麦飯、五穀米に置き換える。あとキムチ、納豆、甘酒、それは本当にいい感じでお腹に作用するのでおすすめします。ということで、私の1ヶ月激ゆるダイエット、結果は1ヶ月体重は1キロ減。自分の体重の変動についてすごい分かったので、人は体重ではないということです。私ももうアラフィフというか50を超えたので、いつまでもビキニを着たいという希望がありますので、ボディトーンを落とさないように頑張って毎日ちょっとずつでも体を動かして、アンチエイジングに努めたいと思います。それでは皆さんも日々健やかにお過ごしください。それではありがとうございました。